皆さん、こんにちは。ヒロのジャパニーズポッドキャストのお時間です。皆さん、改めまして、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。2025年初のポッドキャストを撮っているというところでございますが、今年はですね、前回もちょっとお話ししたかなと思いますが、蛇年ということで、占い師の方のですね、お話だと、蛇口から水が出るごとく良い年になるということのようでございますので、蛇口の蛇という字書くんですけれども、そういうことがですね、今年は関係しているというようなお話がありましたので、ぜひですね、皆さんもいい年になるようにお祈りしております。我が家はですね、ひとまず、家族全員が、健康にですね、過ごせればいいなというふうに思っておりまして、実はですね、先日、函館乃木神社というところにですね、初詣に行ってまいりました。初めてですね、こちらの神社へ、私たち行ったんですけれども、大きなですね、神社ではないんですけれども、非常に綺麗でですね、もうお賽銭の場所だとか、お参りですね、する場所だとかですね、あとお守りを購入する場所だとかっていうのも非常にこう迷うことなく、行くことができたというところになってます。大きな神社は、パワーたくさん得られそうだなっていう感じもするんですけれども、まだまだちょっと小さい子供を連れて行くってことを考えるとですね、やっぱりあまり、歩くことなく目的の場所へ、最短で、特に冬で寒いので伺える方が、私たちもそうですし、子供も体力あまり消耗することなくですね、神社で、初詣することができたので、今回訪問した函館乃木神社、とても良かったなというふうに思っております。またですね、おみくじですとか、お守りっていうのも、いくつかですね、種類がありまして、本当に可愛らしいものからですね、私もちょっと持ってみたいななんていう、ちょっとかっこいいって言ったら表現が合っているのか、わかりませんが、自分に合ったものっていうのを、たくさんの中からですね、選ぶことができるということがありましたし、実際にその、購入するときに、対応していただいた方もですね、非常にこう、丁寧な対応といいますか、所作と、あと言葉遣いを感じてですね、ここはまた来たいなというふうに、純粋に思ったというところがあります。ただですね、唯一、ちょっと気になるところとしては、車で今回私たち行ったんですけれども、駐車場の場所がですね、そこまでちょっと大きくないっていうところに加えて、若干ちょっと場所がですね、ちょっと分かりにくいかなっていうところがありました。隣がですね、ラーメン屋さんになっているんですけれども、そこのすぐ隣が、駐車場に、なっているということなので、何回か行けばですね、ここだなっていう風に、迷わず行けるんですが、いかんせんこう、袋小路になっているので、その場所過ぎてしまうと、また一周ぐるっと回って戻ってこないとですね、中に入っていくことができないっていうところがありますので、もし行かれる方は、事前に Google マップなどでですね、現地の写真などで確認しておくとですね、迷わずに行けるのかなと思いますので、ちょっとお勧めしておきます。またですね、外国の方向けの英語の表記になっているかなっていうところに関しては、特にですね、英語表記になっているものはなかったので、ある程度ちょっと下調べが必要かなだとか、あとはこう翻訳できるアプリだとかっていうのは事前に入れておいた方が安心して伺える場所なのかなというふうに思いましたので、ここもですね、合わせてお伝えをしておきたいと思います。今回はですね、この他に、年末年始の、我が家の、過ごし方ということについてお伝えをしていきまして、こういう過ごし方があるのかだとか、日本の家族の過ごし方というのを、少しでもですね、イメージしてもらえたらいいなと思って、ポッドキャストを撮っております。では早速、年末の過ごし方というところですが、前回のポッドキャストでもお話しした通りですね、今年は、いつもと違いまして、妻と子供が先に妻の実家に、帰っていたんですね。飛行機で、帰ったというところになってまして、で、私は、仕事がずっと、残ってたので、それが終わった、日にですね、車で、妻の実家へ、向かったということになっております。で、函館から妻の実家がある札幌はですね、高速道路を、使用して、
冬道なので、だいたい5時間程度、かかったということになっております。冬なのでですね、5時間から、正直6時間弱かかるような時もあるんですけれども、何せですね、皆さん、冬道というのを車で走ったことはありますでしょうか？雪だとかですね、氷だとかで、非常にですね、路面が、いい状態ではないということで、すでに起きていますけれども、通常時に比べて、事故の発生率が非常に高い時期でもあるんですね。車だとちょっとスリップしてしまうだとか、あとホワイトアウトという現象がですね、北海道、特に雪の降る地域だとよく起きるんですけれども、ホワイトアウトっていうのは、普通にこう車運転しているんですけれども、突然こう吹雪だとか、道端に積もっている雪が風が吹いて、目の前がですね、雪などでこう真っ白になってしまって、全然前が見えなくなってしまうという、そういう現象のことを意味しているんですけれども、そうなってしまうとですね、前に車がいないだろうと思って走っていっても、実はいてこうぶつかってしまうだとか、逆にぶつかられてしまうっていうようなことがですね、やっぱり非常に起きやすい時期になっているんですね。これ毎年のことなんですけれども、なので、そういう少しでも視界が悪い時には、車はですね、ライトをつけたりだとか、どうしても見えなくて先に進めないっていう時には、ハザードランプですね、をつけて、後ろの車に自分は前にいますよってことをちゃんと伝えて、いかないとですね、事故を起こしたり、事故を起こされたりということが起きてしまうので、非常にちょっと注意しなきゃいけないという時期でもありますので、もしですね、皆さん、車の運転するようなことがあれば、この点に十分注意していただければなと思います。で、今回私はですね、なんとか事故だとかっていうのは、起こさなかったですし、ぶつかられたりってこともなかったんですけれども、やっぱり、道走ってるとですね、車がやっぱりこう、事故をしたんだと思うんですけども、こう、ちょっと潰れてたりだしね、あと止まってたりだとかっていうのも何台もちょっと見たってところはあります。ですが、そんな中ですね、なんとか、妻の実家の方に、行くことができたということになっております。で、それからですね、実家に着いてからは、1週間ぶりですかね、子供とあと妻と、会ったんですけれども、ちょっと驚いたこととしては、子供はですね、たった1週間しかちょっと会っていなかったんですけれども、アンパンマンっていう言葉がですね、ずっと言ってたんですけど、なんとなくちょっと聞きづらいながらも、なんとなく伝わるなっていう感じだったんですが、その発音がですね、すごく良くなっていて、もう本当に私たちが喋ってるような、発音になっててですね、びっくりしましたね。そんなにこの1週間で成長したんだと思うと、子供の成長ってすごい早いんだなっていうふうに改めてですね、思ったということがありました。に加えて、子供はですね、本当に表情が非常に豊かになって、今まではもう無表情か、泣くか、あの、笑うか、まあ、何個かにこう分かれてたって感じだったんですけど、ちょっと笑ったりだとか、いたずらっぽくですね、笑ったりだとかっていう、なんかちょっとずつこう、表現の幅が増えてきたなっていうふうにも思っていまして、で、これなんでかなって思うと、発音のところもそうですが、やっぱりお父様、お母様がですね、一緒に、過ごしているということで、まあ、どうしても自分たちの家だと、自分が仕事に行っていて、妻が何か家事してると、こう、一人で遊んでてもらわなきゃいけない場面っていうのがどうしても出てくるんですが、それが、ほぼほぼなくなって、誰か彼か話し相手がいるとか、遊んでくれる人がいるっていうような状況になっていたっていうことから、こういう表現の幅が増えたりですね、発音が良くなったんじゃないかななんていうふうに、勝手にちょっと分析したりというのをしております。これからもですね、なるべくちょっとこう、違う場所に連れて行ったりだとか、いろんな人と、触れ合って、いくことを続けていきたいなと思っています。これがですね、成長につながればなと、ちょっと連れて行くのも大変なんですけども、そこは引き続きですね、やっていきたいところで、あります。
で、それで、年末のですね、ご飯のお話をしていくと、日本といえば、正月にかけて、おせちですね、を取ったりだとか、あとは、お寿司だとか、あと年越しそばだとかですね、あと揚げ物だとか、お餅だとか、そういったものをイメージされる方多いかなと思うんですけども、そういったものを、私たちもですね、食べてきました。特に、季節のものといえば、おせちからお話しすると、なんとなく日本の人って、絶対おせちが出てきて、食べるっていうようなイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、必ずしもそうかというと、ちょっと違ったりもしまして、別におせちが好きじゃない人は違うものを食べたりっていうのも全然するので、私たちの場合は、え肉がですね、多めのおせちを、取っていただいたので、それを食べたっていうことがあります。ですが、伝統的なものだと、昆布巻きだとか、栗きんとんだとか、そういったものが入ったりしてるんですけども、そういったのがあまり好きじゃない人だと、そういった別の、ものを、取ったりですね、食べたりするっていうのがあったりするので、ちょっとイメージとだってですね、ちょっと違うことっていうのも往々にしてあったりもします。あとは、年越しそばっていうのがあるんですけれども、年を果たして越す前に食べるのか、年を越してから食べるのかなんていう話もあるんですが、そういうのもですね、あまり気にしないで、うちは年越してからですね、食べたんで、これが正解なのかちょっとわかんないんですけども、なのであまりそういった文化大事にしている家庭もあるんですけれども、大体はなあなあになってしまってるっていうところが実は多かったりもするのかなと。私たちの周りではそういう人がちょっと多かったりもするので、絶対ですね、その文化大事にしてますっていうことでもなくなってきてるのかなとは、まず肌感覚としてはですね、思うところであります。ただですね、本当に大事な文化はですね、続けていくっていうのは、これもまた本当に大事なことになりますので、そこそこの過程で、食べるものだとかっていうのは変わってくるというのがあるので、ちょっとお伝えしておきたいと思います。あとはですね、お餅も食べたんですけれども、お餅もですね、食べ方って本当にその地域とか家庭によって全然バラバラなんですね。焼いたものを食べる家庭もあれば、妻の実家だと、お雑煮ということで、茶碗の中に焼いたお餅と、醤油だしになるのかな、かんだしと、あと、タケノコと、かまぼこと、椎茸と、そういったものを入れて食べるっていうのが基本的な食べ方なんですね。だから私の実家だと、そういったことしないで、普通に焼いたお餅にきな粉とかつけて、食べるっていうことで、逆にお雑煮はしないということがあったりするので、これもまた家庭によってですね、食べ方違うっていうのも、面白いといえば面白いですし、そういった文化といえば文化っていうところになりますので、そうなんですね。違いがあるっていうことは、ちょっと押さえておくとですね、いいのかなと思います。あとは、年末年始となると、やっぱり皆さんですね、テレビを見るのかなと思うんですけれども、特に、有名なのだと、紅白歌合戦っていうのが、日本にはありまして、その年に流行った方々、アーティスト、歌を歌う人たちですね、の、歌を歌う人たちがステージに上がって、次々とですね、歌を歌っていくっていうような、番組、簡単に言うとこんな感じですかね、があるんですけども、それを見る方もいらっしゃれば、お笑い芸人の方が、芸をしているっていうのを、テレビで見るということも、あるんですけれども、うちはですね、テレビは一切見ずにですね、ずっと、娘のアンパンマンの、動画を見るっていうことに、なっていたので、そういったお正月気分を味わうようなテレビっていうのは正直見なかったです。私の周りの人たちもですね、やっぱりテレビはそういったお正月のものじゃなくて、いつも通りの、そういった子供向けのものばっかりちょっと見てたかなっていうような人も多かったりするので、そこはですね、やっぱり子供が、主軸になって、チャンネル権握ってるというか、見るものはですね、子供に合わせてあげるっていうのが出てくるので、それはお正月も変わらずっていうところで、ございました。
それから、元旦ですね、1月1日になりましたら、今度はですね、私の、実家のある、帯広の方に、行きました。帯広というのは、北海道の、東の方にある場所でして、札幌だとか函館よりもですね、非常に寒くて、マイナスで、この前行った時は14度だとか、もっと下がったりというようなことがありまして、非常にですね、寒い地域で、夏は夏でちょっと暑いというような、ことになっているところなんですよね。そんなところで生まれ育ったので、大体冬も夏もこれぐらいの気温だよねと思うことはあるんですけども、あまり行ったことがなかったり住んだことない人だと、ちょっと住みにくいかなということがあったりもする、そんな土地なんですが、そこに行って、きました。で、途中ですね、高速道路の途中で、シムカップというところがあるんですけれども、そこで、ハンバーガーをですね、食べたりしながら来たんですけれども、そのハンバーガーがですね、名前がバカバーガーっていうものだったんです。何かけなしてるわけではなくて、中にですね、肉が鹿肉かなが入っているハンバーガーがありまして、珍しくてですね。で、そこに山わさびっていう、ちょっと辛いですね、ものがついていて、これがですね、いいアクセントになってるといえばいいアクセントになってるんですけれども、非常に辛くてですね、ちょっと2人とも、妻と2人食べたんですけども、ちょっと泣きながら食べたっていうことが、ありまして、ちょっと思い出の一つとしてですね、お話ししてみました。これも、もしですね、シムカップのサービスエリア、行く方がいらっしゃればですね、ちょっと一回ぜひ食べていただきたいなということで、お話ししました。で、あとはですね、帯広の実家に着いてからはですね、久々に1年ぶりに私も、両親に会ったということなんですけれども、やっぱりそこでのメインは、やっぱり自分の、娘ですね。両親から見たら孫になるということで、1年ぶりに、会ったということになってます。で、うちの実家はですね、家の形状上、なんていうんですかね、ちょっと走り回ったりすることがちょっとできるような場所でもあるので、やっぱり子供がですね、バタバタといろんなところへ行ってですね、遊んだり走ったりということで、のびのびと家の中で遊んでいたということがあります。最初は、1年ほど会ってなかったので、自分の両親に会った時にちょっと泣いたり、するかなだとか、あの、動いたりしないで、自分たちのところで、離れないのかななんていうふうにも思ってたんですけども、意外とですね、実はすんなりと慣れた様子で、普通にですね、なんか物を両親にあげたりだとか、ご飯も食べたりしてですね、夜もしっかりと、本当にですね、非常に寒い夜ではあったんですけれども、しっかりと寝てくれたということがありまして、やっぱここからもですね、やっぱり成長しているなというふうに思いましたし、いろんなところ、連れてったその経験が生かされてるのかなとも、ちょっとここでも思ったので、やっぱりですね、本当にいろんなところ、これからも連れて行きたいなというふうに改めて、思いました。で、あとはですね、うちもそうですし、妻の実家からもですね、たくさんお土産、いっぱいですね、求めていただいて、お菓子から食べ物から、お正月のですね、ハムだとかそういったものもですね、たくさんもらって、帰りはですね、札幌から函館まで高速道路に乗って、帰ってきたということになっております。ただですね、やっぱり帰りも、やっぱ事故を起こしている、車もたくさんあったので、ここはですね、本当に、冬道はなるべく、車乗らなくていいんであればですね、乗らない方が、怪我も、そして悲しい思いもしなくてですね、済むのかなというふうに改めて思いましたので、もしですね、できるんであれば、他の方法を取ってもいいかなと思いますが、車は車で、やっぱりですね、便利なんですね、子供は。何か途中で、おむつ替えなきゃいけなかったりだとか、ご飯どうしてもお腹空いてってなると、途中のサービスエリアとかでですね、泊まって開けたりとか、おむつ替えたりとかできるんですけど、これが飛行機とか電車だとか、になってしまうとやっぱできないので、そこはですね、一長一短なのかなと思います。もし車に乗る方は本当に、十分安全運転でですね、行ってほしいなと改めて思います。ここまでですね、いろいろとちょっと年末年始についてお話をしてまいりました。で大体のですね、なんとなくこんなイメージを持っていただけたら嬉しいなと思います。
なので、実際の日本でこうやる年末年始っていうふうに多分検索するとですね、本当に伝統的なものが出てくると思うんですが、そうでも実はないっていうところも感じていただけると、よりリアルな日本の年末年始、家族の過ごし方を知っていただけるのではないかなと思っております。で、ですね、仕事が始まってということで、皆さんもですね、多分仕事始まりの方多いかと思いますが、お正月のですね、気分がなかなか抜けずに、辛い日々を過ごしているかとは思いますが、なんとかですね、一日一日、乗り越えて、また、いつもの、習慣に戻して、一緒に行きましょう。またですね、まだまだちょっと寒さ、もちろん去ることながらですね、乾燥が本当にすごい日が、続いております。うちも加湿器フル活動してるんですけど、40%やっとなるかなっていうところが、ある日もあってですね、もう唇とかほんとガッサガサで、子供もですね、顔とか体カサカサになってですね、ちょっとかわいそうなことになっていますので、加湿器もそうなんですけども、保湿のですね、クリーム塗るとか、リップ塗るとかですね、そういった対策もしていってですね、本当に体調、が一番本当に大事になりますので、そういうところ皆さんもぜひ、お気をつけいただいて、今年1年健康に一緒に過ごしていきましょう。ここまでですね、日本の家族の年末の過ごし方についてお伝えをさせていただきました。ここまでの中で何か疑問だとかですね、こういう時どうなのかなだとか、そういったものがあればお答えできる範囲でお答えしていきたいと思いますので、ぜひコメント欄などでですね、お話しいただければと思います。ぜひここまでで参考になったという方は、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。今年もですね、ヒロンジャパニーズスポット、たくさん更新していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次のポッドキャストでお会いいたしましょう。ヒロでした。